はい、薬杉自然館に来ています。今日はここから、バスに乗って、縄文杉の方に行きたいと思います。今日は、息子もなんとか行けそうということなので2人で行きます。5時の便に乗る人が結構並んでるんですけど、はい、それに乗って行きたいと思います。荒川登山口に到着しました。はい、ここから縄文杉まで往復で10時間ぐらいかかるようです。はい、今日はかなり冷え込んでいます。はい、それでは出発します。荒川登山口、まずはこのトロッコ道を、トロッコの線路跡を通っていきます。縄文杉へは荒川登山口から往復するコースが基本です。距離は約20キロ、所要時間10時間前後というロングコースです。前半は約 8.5 キロのトロッコ道で、アップダウンがほとんどなく歩きやすい道です。大株歩道入り口から本格的な登山道となり、ウィルソン株、大王杉を経て縄文杉へと至ります。左みたいですね。このそうだね。いきなり吊り橋か、普通の橋。ちょっとでも結構下が怖いなこう見ると、下を見ると怖い。安房森林軌道、トンネルだ。なんかアドベンチャー感があるねディズニーのアトラクションみたいな雰囲気が。初めはこんな感じのトロッコの線路沿いをずっと歩いていきます。いや、意外に歩きやすいな。安房森林軌道は1923年に開業した森林鉄道です。薬杉などの豊富な森林資源を運ぶ輸送手段として大切な役割を担いましたが、1969年に運行が終了しました。現在は登山道にあるトイレの維持管理や薬杉の土埋木や切り株の運搬に使用されています。はい、だんだん夜が明けてきました。あっちの方が結構綺麗。結構怖いぞこれうわ、怖くない？いや、今のはね、横見たら負けだと思った負けってことはないけど今度は下がよく見える。ちょっとなんか滑る、木が滑るね。朝だから凍ってるんだよね。はい、線路が2つに分岐しています。登山道ではありませんかすごい岩がすごいな、でかい。これが小学校跡、小中学校跡。ここに昔小中学校があったようです。
540人が生活する林業集落だったようですね。小中学校はあるけど家はどこにあったんだろうね。この辺も昔はあれだったのかな、家が建ってたのかな。でこちらに休憩所があります。あ、ここで給水ができるっぽい。はい、こちらが休憩所でしょうか。あれはバイオトイレ。はい、三大杉です。1代目が1200年、2代目が1000年、3代目が350年。はい、こちらがその三大杉だそうです。屋久島では樹木が倒れたり伐採された後、その上に新しい杉が育つという世代交代が見られます。これを倒木更新や切り株更新と呼びます。屋久島は土壌が薄いため、杉の種は地面よりも倒木や切り株の上の方が日光や水分、栄養の条件が良く発芽しやすいのです。通常の木は数十年で腐りますが、屋久杉は樹脂が多く分解されるまでに数百年もかかります。その間に次の世代の木が親の幹を抱え込むように根を張り、やがて自立していきます。この仕組みが3世代にわたって繰り返されたのが三大杉なのです。朝日が出てきて眩しい。はい、二号杉、こちらですね。どこまで高さがあるのかわからない。はい、二号杉のもう一つの雲行が多分下の方にあるあれかな、倒木みたいです。また分岐だ。あれじゃない、向きを変えるんじゃん。そうそうそう、多分そういう系だと思う。これわざわざ掘ったんだね、これ。はい、ここから大株歩道に入ります。ウィルソン株まであと 0.6 キロ、縄文杉まで 2.5 キロ、意外に近い。はい、トロッコの線路跡はここまでですね。はい、じゃあちょっとここで休憩していきます。いや、いいわ。はい、それでは出発します。よし。はい、今までのトロッコ道とは全然違う急登がここから始まります。よいしょ。もうそこら中に巨木がいっぱいある。下がもうだいぶ空洞になってますね。この下にもともと違うのがあったのかな、その上に生えたのかな。すごいな。屋久島で育ち、樹齢1000年以上の杉は屋久杉と呼ばれます。一般的な杉が数百年ほどなのに対し、その長寿は際立っています。その理由は屋久島特有の環境にあります。花崗岩の地質は土壌が薄く、雨も多いため栄養分が流されやすい環境です。その中で屋久杉はゆっくり成長し、年輪の詰まった強い木になります。さらに樹脂を多く含むことで腐りにくい性質を持っています。こうして屋久杉は1000年という時を生き続けてきたのです。
これかな、どれだ、あ、跡地なんだ、これだね、これウィルソン株はまだか、結構600メートルが長い。お、これがウィルソン株。どこがなんかハートに見えるのはここってさ、ここから撮るとハートに見えるんじゃない？ちょっと下から。ウィルソン株は中に入って見上げると切り口がハート型に見えるという人気スポットです。およそ400年以上前、豊臣秀吉の命によって伐採されたと伝えられています。ようやくウィルソン株まで到着しました。でも他の杉より格段にでかいね、やっぱり株だけだけど。この辺は歩きやすい木道が続いてます。階段が辛い。あれがもしや大王杉か。お、でかいな。うわ、上もすごい。じゃあ大王杉。ここから世界自然遺産地域。あ、こっちか。はい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 。わかる？あ、あれが上がつながってるってことか。あそこが。そういうことだな。ここはなかなか歩きづらそうな。また下って登る。お、なんかあそこに櫓みたいのが立ってるんで、あれがそうでしょうか。お、ついに来たか。どれだ？縄文杉は見えない。どれが縄文杉？あれか。あれか。あれですね。こう見ると大きさがよくわかんないな。近づかないと。ついに来ました。こっち行くとあれか、高塚小屋か。ここから見るとまた違った姿が見ることができます。さっきより空いてるんでゆっくり鑑賞できます。神聖な雰囲気。
おい、大丈夫か。いけそう。いい感じ。いい感じには見えないけどな。まあとりあえずもうちょっとしたらトロッコの線路まで行くから、それまで頑張って。はい、大株歩道の入り口まで戻ってきました。はい、こちらでお昼ご飯を食べようと思います。結構なおにぎり3つも入ってる結構ボリューミーだ。こんな感じ。はい、お昼ご飯を食べたんでこれから出発します。帰りはちょっと緩やかな下り坂なんで楽ちんですね。なんかこう歩くと結構下ってる感じがしない？まあするね。上りの時はあんまり感じなかったけど、結構下り坂なんだって感じがする。もう行きもそうだったけど、もうこの同じ景色を眺めてると眠くなってくる。はい、ここからちょっとだけショートカットできるようです。行ってみましょう。だいぶ急な下り坂ですけど、ぐるっと迂回しているところを一本道で直線的に行けるんで、だいぶショートカットができました。お、合流。この穴は何でしょうか。でもつながってそうだね。楠川別れ。雲水峡までは110分で、荒川登山口まで70分。もうすぐですね。はい、小杉谷の集落跡まで戻ってきました。はい、正面に見えるのが小中学校跡ですね。お、橋だ。はい、明るいところで見るとこの橋の隙間が結構怖いです。こっちの方がなんか枕木がなんか曲がってたりするからちょっと怖いな。うわ、高さあるねこれ。はい、トンネルまで戻ってきました。はい、荒川登山口が見えてきました。こんなレールがいっぱいあったんだ、こんなところに。よし、到着。到着。やりました。よし、帰りのバスのチケットを取らないと。はい、屋久島の旅、今日が最終日です。今日は昼から、飛行機に乗るので、午前中は、宮之浦の周辺を観光しようと思います。こちらが屋久島観光センターです。ご自由にお食べくださいだって。
屋久島環境文化村センター、はい、ちょっと行ってみます。あ休館日だって行ってみようと思いきや、はい、薬神社にやってきました。この自販機は何でしょうか。薬の水、なんかご利益がありそうな水です。薬神社は平安時代の記録にもその名が残る格式が高い神社です。島の名薬の音にますます救われるという意味を込めて薬神社と名付けられました。